本当にゆるゆりですか？本日は劇場アニメをレビューするよ。第1作目、大室家、ディアシスターズ。さらにその4ヶ月後に公開された第2作目、大室家、ディアフレンズ。今回は2本まとめてのレビューになる。このチャンネルではちょっと珍しいもやアニメ系ジャンルですね。2本まとめてレビューも珍しいですって。今回たまたまケーブルテレビで2本まとめて放送されていたというのがきっかけだからね。それと取り上げようと思ったのはもう一つ理由があるんだ。そもそも投稿主がこの作品を見ようと思ったのは、なんでこの作品が劇場公開されているのか、前々から不思議に思っていたというのがある。というのも、アニメ映画を鑑賞しに行った映画館でこのアニメの予告が流れてたんだよね。特に名前を聞いたことがないタイトルだし、テレビアニメも放送したわけでもないのになぜ？でも昨今はアニメ映画たくさん作られていますからね。劇場先行公開で時間が経ってからテレビで放送という形式も珍しくありません。そこらあたりの事情も何かあるんじゃないかと思って今回見てみた。先に言ってしまうとその答えは本編開始から1分ほどですぐ答えにたどり着いたよ。この作品はアニメ化もされたことがあるゆるゆりのスピンオフ漫画が原作なんだ。言われてみれば絵柄に既視感がありますね。私も初めはどこかで見たようなとは思ったんだけど、でも正直言って今の萌え系アニメってこういうキャラデザは珍しくないっていうか。確かにこのラインの絵柄はたくさん見かけますね。本家のゆるゆりもアニメの1期か2期あたりまで見ていた記憶があるんだけど、そこまでガチ勢ではなかったから気づけなかったというのもあると思う。けど作品が始まって出てくる女の子たちの制服にどこか見覚えがある。そして間髪入れずにこれまたどこかで見たような女の子4人組の後ろ姿が遠巻きに描かれる。鉄板のスピンオフ仕草ですね。彼女たち4人は映画第1作の冒頭と第2作のラストシーンで合計1分にも満たない出番しかないんだけど、オリジナルの声優さんが声を当てててるので気づくのには十分ということでようやく察したんだ。ああこれ久々のゆるゆりのアニメなんだって。スピンオフでつながりがあっても本家のタイトルを入れずに表向きは独立した別作品にしか見えないこともよくありますよね。内容的にもゆるゆり本家に近いのですか？そうだね。やはり女の子たちの日常を切り取ったコメディ色の強いエピソードとなっている。ゆるゆり本編のメインキャラの一人、大室桜子を中心とした3姉妹が主人公とされている。次女、桜子、言うなればおバカ担当。長女、なでしこ、クールな家族のまとめ役。三女、花子、頑張り屋さんな末っ子。これに加えて、3姉妹それぞれの友達が準レギュラーとして登場する、という構造だね。物語の展開としては何か大きな事件や物語が一本あってそれに沿っていくというのではなく、大室家やそれぞれの学校で起きる数分のエピソードをオムニバス形式でまとめてる感じ。ゆるゆり本家に近いというのはそういうことなんですね。第1作2作ともに40分強で同じような構成になってる。最初は正直これ続くときついなとは思ったんだけど、見ていくうちに大室姉妹の性格や人間関係の築き方がそれぞれ違うことが分かって、それぞれのエピソードの味がちゃんとわかるようになって2作とも楽しめたよ。姉妹それぞれが中心になって各エピソードが展開される感じなんですか？そうそう、長女は高校、次女は中学、三女は小学校とそれぞれ同年代の人間関係が描かれて、たまに大室家を媒介にして違う世代同士がつながったりするんだよね。ただ3姉妹で均等に出番があったという印象ではないかな。長女と三女は学校と家庭双方のエピソードが均等だったけど、明らかに次女は学校描写は薄めで姉妹の絡みが多かったね。多分次女の学校エピソードは本家と被るからあまりこっちでやるようなことではないんだろうねと勝手に納得したけど、ただ次女は先も言ったようにちょっとおバカ系でお話の発端となる騒動を引き起こしがちだから影が薄いとか感じることはほとんどなくて、バランスがうまいなと思ったね。他の姉妹のお話はどうだったんですか？三女は末っ子だけど優しいしっかり者で家事をやっている印象。どちらかというと次女の仕掛けるいたずらに怒ったり、学校で勝手にライバル視してくるクラスメイトといつも一悶着あったりで苦労屋さんな感じ。突っかかってくるクラスメイトゆりですね。そうだね、比較的ソフトなゆりかなって私は思った。というのももう一つのお話の柱として長女の物語もあるんだけど、こちらはガチゆりだなって思ったんだよね。ガチゆりディープな内容となっているということですか？あまりゆりには詳しくないけど私の目にはそう見えたね。記憶の限りにあるゆるゆり本編の中学生たちのそれはちょうどこのソフトなゆりとガチゆりの中間にいるぐらいの濃度だったのかなって。ゆりの描き方を差別化しているということですか？
姉妹という関係性を中心に据えての作劇メリットはそういうところにあるのかなと、そう推測させるぐらいには長女パートの濃厚さがすごかったんだよね。長女は同級生女子3人と友達でいつもつるんでるんだけど、実はその中の誰か一人で本気で交際していることが物語の中でたびたび匂わされてるんだ。ディープなユリってそういうことだったんですか？長女主観での携帯電話での通話やメールのシーンでそれは描かれるんだけども、相手が誰なのかはわからない。高校の日常場面からそれを読み取ろうとしても、3人が3人ともいつも意味深な反応を見せるから、この長女を好いているように見える。実際全員長女のことを好きではあるんだろうけど、家族はそれを知ってるんですか？それも作品の見どころの一つで、怪しむ次女に長女は肯定も否定もせず好きに考えていいという返しをするんだよね。生々しい反応でガチ感がすごい。一応本編内で三女が相手の顔を見てるんだけど、その回収は今回のお話ではされなかったね。ファンに考察させるような作りになっていて楽しいですね。そうなんだよね。だから三女のお話を見ただけではゆるゆりとの差別化には気づかなかったけど、この長女のお話は明らかに大人びてるから、ああそういうことなのかなって思えたんだよね。家族にも明かさずやり取りするプライバシーの持ち方がすごくリアルな感じがしますね。今のところ彼女さんが誰かってのは目星つけてたりします？そうだね。私はこういう時ストレートに考えるよりは裏を囲うとしてるんじゃないかって作り手の意図の方を読もうとしてしまうから、3人の誰かであるというのはミスリードで、全く別のクラスメイトあるいは高校生ですらなくまだ劇中に出てない人物じゃないかと踏んでるんだけどね。これまでの材料と矛盾が生じたとしても別の材料を出して解消できるような気もするし、ハスに構えた嫌な見方ですね。一番ひどいパターンだとエア彼女って線もないことはないと思ったけども、それだとジャンル自体が変なことになっちゃうから多分ないよね。でもこのお話の作り方、見せ方、そして演じる声優さんの演技もあって、この作品で一番推せるのは長女かなって思えるぐらいには気に入っちゃったね。ぜひとも続きを映像化するなりしてこの答えは確認したいな。続きがあったら見たいというほどにはこの作品気に入ったんですね。ケーブルテレビ放送きっかけだからそこまで熱心になって追うってレベルじゃないけど、映像のクオリティとか見ててもそれなりにアニメ映画らしい高級感はあったし、事件はなくとも家族や友達の間で繰り広げられる日常の物語でもそれなりに引き込まれるものがあって、40分強の2作で退屈することはなかったからね。続きがあったら見たいという感じ。と言っても今ゆるゆりというコンテンツ自体がどういう位置にあるのかよく分かってないんだけども、詳しいゆるゆりのおたくさんがいたら今現在の事情を教えてくださると嬉しいです。見て損しないレベルでは面白いと思えたので、皆さんも機会があったらぜひ大室家をご鑑賞ください。今回のレビューは以上です。ご視聴ありがとうございました。皆さんの感想やご指摘などをぜひコメント欄に投稿してください。チャンネル登録や高評価もしていただけたらめっちゃ嬉しいのでよろしくお願いします。取り扱ってほしい作品や企画のご提案なども随時受け付けています。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もお願いします。